こんにちは、リンです。最近、韓国の議員が旭日旗を使用したら懲役10年という内容を含む歴史歪曲防止法を発議しました。近年ますますひどくなる韓国の旭日旗アレルギーですが、韓国人は戦前は旭日旗を憎んではいませんでした。こちらの写真をご覧ください。これは1938年10月19日号の朝日グラフに掲載された写真です。旭日旗を掲げて行進しているのは朝鮮半島の青年たちです。朝鮮連合青年団ホブ堂々南総督の前面を行進する団員と書かれています。当時の朝鮮連合青年団というのは朝鮮志願兵の募集で不合格になった朝鮮の青年によって組織されていました。彼らは軍人でもないし徴兵されたわけでもなかったので、旭日旗を掲げて行進する必要はなかったんですね。ちなみに朝鮮連合青年団の団員は1938年の時点で約15万人でした。このように戦前の韓国人には自ら旭日旗を掲げて日本に協力の意を示す青年も多かったのです。それではいつから韓国人が旭日旗を問題視し始めたのかというと2011年頃からです。それ以前はそのような話はありませんでした。2011年頃以降、韓国は旭日旗を利用して自国民に日本人に対する憎しみを植え付けようとしています。例えばこれは2015年1月に韓国の公共放送である KBS が流した画像です。KBS はこれを竹島を奪おうとした日本として紹介しています。写真には旭日旗と竹島がはっきりと写っていますが、実際の写真はこちらです。2つ並べて見てみましょう。実際の写真は竹島とは何の関係もなく、1939年のノモンハン事件の時に川を渡っている日本軍の写真なんですね。ノモンハン事件とは満州とモンゴルの間の国境線をめぐって起こった紛争です。KBS は元の写真に竹島と旭日旗を合成し、日本軍の侵略として紹介しました。また他にもノルマンディー上陸作戦時の連合軍の写真に竹島と旭日旗を合成し、日本軍の侵略に仕立て上げるということも行っています。このように旭日旗問題も旭日旗に対する憎しみもここ10年の間に意図的に作られたものです。韓国の政治家と韓国メディアこそ歴史歪曲防止法で処罰を受けないといけないのではないでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。